Mesha to be Season 5今回のMesha to beは本当にあった消えた年金。マジで？嘘でしょ。それでは早速Let's get it started。 今回は全くいつもと趣旨が違います。美味しい食べ物の話ではございませんので、あらかじめご了承くださいませ。はい、先日父が亡くなりましてね、96歳の大往生だったんですけれども、はい、父親の年金を92歳の母への遺族年金へ切り替えるために年金事務所を訪れた時の話なんですが、母親もずっと看護師として結構不調とかやってて稼いでたんだけど、受け取れる年金額はなんか少ない気がするって母親が言うんでね、一回確認しに行ったことがあって、その時はいろいろ調べたけれども適正に支払われていますということで何も出てこなかったんだよね。それはそれで置いといて、今回遺族年金に切り替えるためにまた同じ年金事務所に行ったんだけど、行くたびに担当者の方が変わってて違う方で、今回担当してくれた方がね、ひょっとするとお母様みんな未払いになってる年金があるかもしれませんって言ったんだよね。なんですって？お母様の旧姓と生年月日で照合すると、未払いになってる年金が出てくるんですって言ったんだよ。でもいずれにしても遺族年金でもらえる金額には影響がありませんのでねって言ってそのままやり過ごそうとしてた感じで、お母さんの年金額が増えても遺族年金はもらえる額が減らされるってこと？その分親父からもらえる遺族年金が減額されちゃうんで、結局トータルは同じ金額になっちゃうっていうシステムなんだよねこれ。なるほど。そういうこれもねちょっと腑には落ちないけど、そういうシステムになってるってんだからしょうがないとして、それひょっとして母親が何十年にもわたってもらえるはずだった年金が未払いになってるかもしれないってことですかって突っ込んだら、それほどの金額じゃないですがそういうことになりますねっていうの。ちなみにざっくりいくらぐらいですかって聞いたら、出ました。ちなみにざっくりいくら。車の故障の時もいつも聞くやつだよね。いやそう聞くでしょそりゃ。歯医者でも病院でも必ず聞くよ。いやそんな人見たことないよ。歯医者でいくらかかりますかなんて聞く人。マジで？絶対聞いた方がいいって。そうかな。お好みの寿司屋じゃないんだからさ。そうだっけ。で9000円ぐらいが計算違ってくるかなと思うんですって言うんだよね。トータルで？ね、おいちゃんもトータルです9000円ですかって、それなら別に大したことじゃないなと思ったの。でも月額ですってボソッと言ったんだよね。ってことは？ちょっと待ってください。ってことは1年で10万円以上ってことですか？そういうことになりますね。かけることの何十年ってことですか？そうなりますねって言うんだよね。いやちょっと待って、かけることの何年間？30年ぐらい？やばいっしょ、完全に300万ぐらい損してるって話になるんだよね。どういうこと？大事じゃないですかこれって言ったら、そうですねだって。そうですねってそんな冷静に言われるの？さすがだな。これは今確認できましたので、厚生省の方に報告しますって、あとは厚生労働省の判断になるって言うんだよね。管轄違うの？で審査に数ヶ月かかるかもしれませんって言うのさ。数ヶ月？いやもううちのおふくろ92だよ。その間に死んじゃったらどうすんのよって言ったら、大丈夫です、ご遺族にも受け取る権利は相続されますので。いやそういう問題じゃないだろう。違うもう自分たちの不手際を棚に上げて待たせるとはさすがお国様ですな。これはひどい話だと思ったね。これ民間だったら訴訟になる前に誠意を込めて利息とともにすぐ清算するのが当たり前の話でしょこれ。問答無用で集めるくせに払いは渋りまくるってこと？そういうこと。申告しないとさ、あちらさんからは未払いがあるかもしれませんとは言ってくれないっていうのが驚きなんだよなこれね。なので、
ひょっとしたら皆さんもそういうケースがあるかもしれないので、今一度確認されてはいかがというお話でした。はい。でね、担当者に聞いたんだよ。おこういうケースっていうのは稀なケースですか？いや、それが結構あるんですよって言うんだよね。結構あるんですよ。その民主党政権時代にさ、消えた年金問題って一時期騒がれたじゃんか。騒いだ。あの時にこういうのが結構あるっていうのが見つかって大騒ぎになって、なんと当時5000万件くらいあったそうで、こういったケースでも現在でも1700万件くらい宙ぶらりになってるそうなんで、恐ろしや、ねえ、なので消えた年金に関しては時効はないということなので、何年も前に亡くなられたお母さんの話でも、旧姓と生年月日があれば紹介できるんで、ただその今まで勤めた施設の会社の名前を全部合致させないと、ビンゴって言ってくれないんだよね。むずくない？いや、もう60年前に働いてたね、病院の名前を母親に徹夜で思い出させてさ過酷だ。その照合できたから、今回良かったけど、いやもうそんなの覚えてないよっつったら、もうそれで泣き寝入りになっちゃうんだよね。じゃあ今までもらわずに亡くなられてる方たちもたくさんいるってこと？そういうことです。いや、完全詐欺やんけ。本当にひどい話ですよ、これは。消えた年金問題は本当どうにかしていただきたい。これさ、積極的にこれこそアナウンスするべきでしょ、こういう不手際があって申し訳ないけれども、旧姓と生年月日で照合できますので、ぜひお問い合わせくださいと。そうだね。それこそさ、あんなさ、ワクチン接種しましょうよのコマーシャル流すならさ、年金のまず確認を必ずしてくださいっていうさ、アナウンスしてくれりゃいいじゃんね、テレビで。そうだよ。でも絶対しないんだよね。詐欺だっていうのはよくわかるでしょ。ということで、ちょっといつもと変わった雰囲気でお送りさせていただきました。これちょっとね、もし却下とかね、お支払いできませんっていう決定がなされましたなんて言ったら、ちょっと大事にしてやろうかなと思ってますんでね。その時は皆さんご協力をお願いいたします。厚生労働省の厚生省の、審査が来ましたら、またご報告を申し上げたいと思います。これはちゃんとしなきゃダメだよね。うちらのね、動画だとせいぜい5万人とかの方しか視聴しないけども、これはぜひ皆さん拡散してね、多くの人にお知らせしたい内容になっておりますので、はい、ぜひ皆さんもシェアしていただけたらこれ幸いかと。なんかアルゴリズムであれでしょ、今まで一度もいいねとかチャンネル登録お願いしますとか言ったことないんですが、飯旅そうですね、言ったことございます。今回の件に関してましてはちょっと、できるだけ多く拡散されるようにお力添えをよろしくお願いします。いいね、高評価ボタンなんかをしていただけると、どうやらアルゴリズムが拡散するようになってるらしいので、よろしくお願いします。いたします。次はまた美味しいものの話をお届けしたいと思います。いつもの飯旅に戻るのよろしくしなちく。次回の飯旅はガチでまた食べたい。そうだ、Nico e Iko Death。お楽しみに。See you soon.